ご視聴ありがとうございます。今回は進化を続けた路面電車に迫ります。地上と地下を巧みに使う路線の全体像とハイテク車両の全貌を解説します。古い車両が集まる路線の役目となぜか混み合う終着駅に注目です。ここはアメリカ西海岸カリフォルニア州サンフランシスコです。以前この街を走る特殊なケーブルカーをご紹介したのに続き、この街の交通機関を取り上げます。中心市街地から3キロほど南西にあるこの場所では路面電車の線路が交差しており、この奥にある駅が今回最初の舞台です。3方向から路面電車の線路が集まり、ここで T 字路になっています。また日本では数を減らしたトロリーバスがサンフランシスコではバリバリ現役で、ここを直進するトロリーバスもあり、架線が複雑に絡み合っています。奥の方から列車がやってきました。ここで線路が分岐するのでウインカーを出して進行方向を示します。サンフランシスコの路面電車は基本的に2両1組で、これを1編成か2編成つないで運行します。この列車はここでは曲がらずに直進していきますが、急カーブでも安全に通過できるよう車両同士の距離が長めに取られています。同時に側面はベルトでガードされ、ホームからの転落を防ぎます。列車は一旦停止した後、すぐに動き出します。交差点をいつまでも塞ぐわけにはいかないですが、しばらくして再び止まり、20秒ほどそのままです。交差点の反対側では軌道の様子が変わります。道路と共用する併用軌道ではなく、路面電車単体の専用軌道になります。しかもこの先で軌道は高さを下げ、地下へと入っていきます。これこそがサンフランシスコの路面電車の大きな特徴の一つです。路面電車の路線図がこちら。全部で7系統、62.6 キロあります。このうち中心部には道路の下に地下線があり、一つの系統以外は地下を走ります。この地下線は一般の地下鉄と変わらない立派な設備で、トンネル内では普通にスピードを出して走ります。路面電車はサンフランシスコ市営鉄道が運行しており、市営を意味する単語ミュニシパルから取ってミュニと呼ばれます。路面電車と言いつつ、ほとんどの路線がこの地下区間を走ることもあり、路面電車はミュニメトロと呼ばれます。中心部の駅には複数の系統が集まり、列車がバンバンやってきます。地下鉄さながらの設備であると同時に、路面電車ならではの詰め詰め運転も見られ、すぐ後ろには別の列車が控えています。中心部ではトンネルは2層構造で、ミュニメトロが上段、郊外鉄道が下段を使います。郊外鉄道はベイエリア高速鉄道、略称バートで5路線6系統、約211キロの路線があります。サンフランシスコ国際空港への鉄道アクセスも担っており、空港利用客にも馴染みがあります。改札が向かい合っている駅もあり、乗り換えは便利な一方、不慣れな観光客が乗り間違える弊害もあります。施設は完全に仕切られてはおらず、お互いの施設を改札内から見ることができます。この駅ではミュニメトロのホームから下の階にあるバートの階段やホーム、線路を見ることができます。そして地下区間のミニメトロのホームは車両の割に長いのが特徴です。これは地下化が計画された当時、この施設をバートが使うことも考慮していたからです。ただし具体的にバートがどう使うかまでは考えられていなかったため、この階層は今でもミニメトロ専用です。停止位置はホームの前寄りなので、後ろ寄りで待っていても乗れないです。ミュニメトロは架線から電気を集めるのに対し、バートは線路の横の第3機場から電気を集めます。また線路同士の間隔、機関や車体の寸法も全く違います。スペックが根本的に違うので乗り入れなどはありません。ミュニメトロの地上区間には長いホームを備えた駅もいくつかありますが、ずっと短いホームの駅が大半なので、地下区間のホームは完全に持て余しています。
地下区間は一度に整備されたものではないため、郊外鉄道と共用になっていない駅もあります。建設された時期によって駅の様子は大きく違います。そして先ほど映っていた路線 N ラインは市内中心部の地下線を抜けて東側の地上区間に出る唯一の路線です。東側の地上区間の出入り口がこちら。西側とは異なり、上下線の間に人が立てるスペースがあるので列車をよく観察できます。東側の地上区間の駅は改修されたのか見違えるように綺麗になっています。そしてこれらの駅は西側の地上区間に比べホームが高いのが特徴です。この車両の床面は高いホームに合わせた位置にあります。ドアが開くときは車体とホームの隙間を埋めるためにミニサイズのステップが出てくるほか、高低差をなくすため車体がちょっとだけ持ち上がります。ドアの手前の床は可動式のステップになっており、ホームの高さが変わる区間ではこれを動かして階段を作ったり床を平らにしたりします。なお、階段状になるのは基本的に進行方向右側だけ。ホームの高さが低い区間ではホームが線路の両脇にある構造が基本で、進行方向右側のドアだけが開くからです。ホームが低い駅のうち一部の駅には車椅子などのための乗り場が用意され、ある程度のバリアフリー化はなされています。低床式車両を導入すれば良さそうですが、地下区間にバートが乗り入れる計画があり、ホームの高さを合わせる必要があったからか、こうした複雑な運用になっています。また2022年には中心部で旧来のルートと直角に交差する新ルートが開業しています。こちらは郊外鉄道と一体化したトンネルではなく、明るくてゆったりした施設が特徴です。一方、市内中心部でトンネルを通らず真上の地上を走る系統である F ラインがあります。これは中心部にあるケーブルカーが95年から大規模改修で運休になるのを受け、それに代わる観光の目玉として整備された路線で、当初は期間限定の予定でしたが今でも存続しています。観光客を呼び込むために国内外から古い車両を集めたため、 F ラインの車両は他の路線とは大きく違います。この丸っこい見た目の車両は PCC カーと呼ばれ、1930年代にアメリカで開発された路面電車用の車両です。当時のアメリカではモータリゼーションの影響で路面電車の経営が悪化しており、高性能な車両をアメリカ全土でまとめて導入することで路面電車の競争力を高めるとともに導入コストを下げるのが目的でした。折り返す時にループ線を使う路線を念頭に、基本は運転台が片側だけ、ドアが車体の右側にありますが、運転台とドアを両側に設置した車両があったり、各都市の需要に応じたバリエーションがあります。PCC カーが登場したのは世界恐慌の後の停滞した時期でしたが、流線形のかっこいい見た目に高性能で人気になり、最終的に5000両余りが量産されています。なお、日本でも都電で導入されましたが、アメリカ企業からのライセンス生産でコストが割高なこと、運転にハンドルではなくペダルを使う方式が運転士から不評だったこと、初期故障の多さなどが響き、それほど普及することなく終わっています。サンフランシスコの車両にはどの都市で運用されていたのかわかるようステッカーが貼られています。これらの車両は地下区間を走らないこともあり、F ラインは他とは運行系統が独立しています。ただの保存鉄道ではなく、F ラインの運賃体系はミニメトロの路線網に組み込まれており、ケーブルカーと同じくフリーパスも普通に使えます。線路自体は他とつながっており、車庫との行き来のためF ラインの車両が他の路線を走ることもあります。必ず回送というわけではなく、乗客を乗せて運行することもあります。レトロな車両を独り占め、とっても贅沢です。ちなみに車庫との行き来に使われる系統である J ラインは冒頭で映っていた駅を経由しています。 N ラインがここをまっすぐ進むのに対し J ラインはここで90度曲がっています。車庫の近くを走る南寄りの区間は結構最近に延伸されたもので、車庫との行き来が大幅に改善されました。
J ラインはもともとミニメトロで最も利用者数の少ない路線で、延伸区間は当初回送列車専用であるなど、路線の状況がうかがえます。需要が少ないだけあって本数も少ないですが、ミニメトロで最もきつい9パーミルの勾配ではなく90パーミルの勾配を有し、市内中心部を一望できる区間があります。この区間の途中には路面電車の最初期に建設され、後に廃止された駅の施設が今でも残っています。住宅地の間を縫う専用軌道や幹線道路の真ん中を爆走する区間もある見どころ満載の路線です。話を N ラインに戻します。冒頭の場所で地下線から出てきた N ラインは一駅だけ道路の真ん中を通ります。日本の路面電車は軌道法という法律に従うため、一部の例外を除き、車両の長さが全長30メートル以内に制限されます。対するミニメトロは2両編成で 22.6 メートルあり、2編成つなげると 45.2 メートルという段違いの長さになります。車両が長いこともあってか、先頭部には Do Not Pass 追い越し禁止の文字が。日本でも軌道法を改正しようという機運が高まっていますが、サンフランシスコはさらに先を行っています。坂の上で道路を横切り、奥の駅へと続きます。ここは横にある公園であるデュボースパーク、あるいはサンセットトンネルイーストポータルという名称で知られています。イーストポータルとはトンネルの東の出入り口のこと。駅の向こうにあるサンセットトンネルは1928年に完成した長さ1290メートルのトンネルです。完成時期が古いため、トンネルの周りの作りは渋さ全開です。サンフランシスコは起伏の激しい地形が特徴で、市内中心部の自家区間だけでなく、山を貫く山岳トンネルもあります。こうしたトンネルができたことで山を挟んだ行き来が便利になったことも、都市の発展につながっています。アメリカ規格なのでステップは高く、足が結構疲れます。今回は N ラインの終点まで向かいます。トンネルの手前には車椅子対応の高さの乗り場と侵入防止用のフェンスが。入り口のあたりでカーブした後はずっと直線が続き、結構な速さで走ります。およそ2分でトンネルを抜け、カーブで道路に合流です。こちら側の道路は反対側よりも狭く、両脇にはお店や住宅がぎっしり並んでおり、印象が違います。この辺りはまだ周りに山が多く、道路上を細かくカーブしながら進みます。狭い道路には路上駐車の車もあり、開いているドアの真ん前に車がいたり、電車の後ろを車が連なって走る光景も見られます。急カーブで向きを変えるのはここが最後です。お店が立ち並ぶのはこの辺りまでで、ここから先は住宅が大半になります。ここから西でも起伏の大きい場所がありますが、線路自体はまっすぐです。両サイドには5番の目のように整然と道路があり、庭を隠すように住宅が並んでいます。最後の急カーブが9番ストリートで、そこから終点のオーシャンビーチ駅のそばにある48番ストリートまで 3.8 キロにわたってこのような車窓が続きます。途中には日本ではまず見かけない設備を備えた駅が。右手前に伸びた線路は折り返し運転用で、右の通りの先で行き止まりになっています。あそこで再びバックして反対向きの線路に入っていくわけです。切り替え地点のポイントはスプリングポイントで、折り返し運転に特化した設備です。上下線の間で直接折り返せば効率的ですが、かつて広く運行されていた PCC 側には片側にしかドアがない車両が多く、その方法だとドアの向きが合わなくなります。そのため車両の進行方向ではなく向き自体を変える、こうした線路が必要になったのです。路線の終端に近づき、車内はガラガラになってきます。中心部から結構離れた場所にもあるセブンイレブンに感動していると、間もなく終点のオーシャンビーチ駅です。ここにはホームの屋根どころか安全地帯もなく、段差に注意が必要です。
しかも降りる時には車に注意しなければいけないなど、なかなかきつい設備です。地下区間を走る様子が先進的な一方、こうした駅もまだ残っています。そしてこの先には折り返し運転用のループ線があり、先行列車がいます。また上下線をつなぐポイントもあり、ループ線を通らなくても折り返せます。こちらは逆方向の乗り場に接していないので、回送列車用でしょうか。なおループ線の途中には車椅子対応の乗り場があり、バリアフリー対応はしています。ループ線を走る車両を間近に見ると、車両の長さが実感できます。国内の路面電車よりはるかに長いだけに迫力も違います。そしてここ終点に着く前の車内がガラガラだったのに対し、駅の周りが結構にぎわっています。そして変わった格好の人が多いのに気づいたでしょうか。列車を待つ人が道路脇に集まり、結構な混雑です。私が乗ってきたのと逆方向の列車はどれもほとんど満員で、途中駅からでは乗り込むのも大変なほど混んでいます。また制服を着たスタッフも配置され、乗客の誘導にあたります。オーシャンビーチという駅名ですが、西側に広がる砂浜は人もまばらです。安全地帯すらないこの小さな駅が混んでいるのにはもちろん理由があります。この日は市内で行われる大規模イベント、ベイトゥーブレイカーズの日です。これはサンフランシスコ湾がある北東部から市内を貫き、西側のオーシャンビーチまでを走り抜けるイベントです。ベイは湾、ブレイカーズは波という意味で、起点と終点から来た名称です。距離およそ12キロの道のりでは、タイムをかけた真剣勝負をする人がいる一方、仮装して自由に走ることも OK。思い思いの楽しみ方ができます。長時間のイベントのため、市内では交通規制が行われ、中心部で地上を走る F ラインは運休になるほか、バスにも運休や経路変更が出ます。N ラインは中心部へ戻るのに便利なため、混雑しているというわけです。そして今運行されている車両は、1996年から導入された LRV2 型と改良型の LRV3 型、そして2017年から導入されている LRV4 型です。ちなみにかつて広く走っていた PCC カーの置き換えのため、79年から導入されたのが LRV1 型です。これはサンフランシスコの路面電車が本格的な LRT になるために導入されたもので、航空機大手のボーイングのヘリコプター部門が製造した車両です。ところがボーイングには鉄道車両の製造経験がなく、導入した車両で故障が頻発、整備にも手間がかかる仕様で、導入した他の都市では訴訟問題にまでなり、2007年に引退しています。後継の LRV2 や3も初期故障に悩まされたものの、今では安定して動くようになっています。そして LRV4 型の増備が進んでおり、LRV2 と3は2027年までに引退する予定です。ご視聴ありがとうございました。